今日も元気に遊ぼうイデボーです。どうもイデボー。お、また来ちゃったよ。せいへいさん、今日もよろしくお願いします。本当に宣伝ばっかりで申し訳ないね。バンダイスピリッツコレクターズ事業部の岡崎一生です。お願いします。はい、あれジャンボマシンダーですね。前これ見ましたもんね。紹介していただいたジャンボマシンダーなんですけども、はい、このマジンガー Z、なんとおかげさまでね好評いただきまして再販が決定しました。おお、おめでとうございます。再販決定したんですね。はい、今年の8月に、うわー、皆さん聞きましたが8月ですよ。いやー、おめでたいですね。お待たせしておりましてね、はい、再販ということで好調です。おお。でもね、今日紹介したいのはこれだけじゃなくて、このジャンボマシンダーマジンガー Z に、関連する新アイテムこれを紹介したいと思ってまして。おお、どれですか？これがね、こちら。おお、なんか赤くてかっこいい機体ですね。はい、ポピニカホバーパイルダーゴ。ホバーパイルダーゴ。っていうかセイさんの髪色赤くなってますよね。このホバーパイルダー合わせてね。合わせてやっぱり。いや単にね、還暦を迎えたんで赤くしただけです。そうなんですか。じゃあこれまたおめでたいですね。いやそれはもうどうでもいいので。あれはい、ホバーパイルダーゴって多分よく知らないよね、きっとね。また50年以上前の話、あなた生まれる前のテレビの話なんで、このホバーパイルダーゴって実はこのジャンボマシンダーの頭にもこの赤いのがあるじゃない。これ実は取れるんです。これもね、ほらパイルダーゴって書いてある。本当だ、書いてますね。これは実はこのマジンガー Z の操縦席を兼ねた飛行メカ。飛行メカ。はい、そうなんでマジンガー Z っていうのは頭に兜浩二君っていうね、主人公が乗ったこのパイルダー号が合体することで初めてこう動き出すと。なるほどなるほど。当時永井豪先生が、マジンガー Z を作る時に生み出した画期的なシステムなわけ。ジャンボマシンダーはあえて当時のね、こういうなんていうかな、いわゆるちょっとプリミティブな形状をね再現してるんですけど、実は同じね、これも当時ポピーというね、ポピーわかるかな。当時70年代にさまざまなキャラクタートイを送り出していたバンダイの前身の会社、そのポピーが当時作ったジャンボマシンダーだったり、これポピニカってポピニカいうポピーとじゃあ関係があるんですね。諸説ありますけども。諸説ある。ポピーのミニカだからポピニカと僕は思ってるけど、これ諸説ありますって書いておいてください。なるほど。諸説あるんですね。こういうことはもう諸説あります。ちゃんと楽しい話ですね。なんか当時ポピーがいわゆるロボットじゃなくて、こういうマシン、メカとかバイクとか母艦とか、そういうロボットでないマシン的なもの、ミニカー的なものを大キャストで作っていったのがポピニカっていうブランドがあったんです。なるほど、大キャストで作ってた。はい。でそれをあえて今回復活ということでね、ポピニカホバーパイルダーゴ。なるほど。これはより劇中のデザインにある意味正確に作られたマシンになっていて、ある意味リニューアルバージョンなんだけど、今回ちょっと貴重なね、当時のアイテム。マジですか？はい。当時これね、1973年に発売された。73年？これが当時品なのよ。もう貴重なこのね、コレクターさんから借りてきたやつなんだけど、これをね、ある程度こうね、リアルにこう再現してるというかね。確かに。これ今翼が上がってるんです。これね。この翼がね、こう実はキュッと。そこが稼働するんですね。開くんですね。はいはい。でこれは一緒なんですけど。なんだか歴史を感じていいですね。当時の。現在の世に復活させたのは実は理由があって、このホバーパイルダー号っていうのは、マジンガー Z に合体するときに、パイルダーオンっていうんだけど、パイルダーオンするときにホバークラフト機だから、ファンでガーンと上がって浮いていくんですね。浮いていって頭上に来るじゃないですか。マジンガー Z の頭上に来たところで、ローターのこの主翼がこれ曲がって、それからこの頭にパイルダーオンする。すごい。変形して合体するんですね。そう翼が畳まれて、で合体しますと。パイルダーオンします。これで初めてマジンガー Z にある意味命が宿って動き出すと。これがポイントで令和の世に送り出したこのジャンボマシンダーのマジンガー Z は、この頭のこのホバーパイルダーの合体するっていうところをリニューアルしていて、1973年にね発売していたマジンガー Z ってここから杭みたいなのが入ってて、突起が出てて、そこにこのパイルダー号を刺すっていう。刺す。なるほどなるほど。それだとこっちのパイルダーは下に穴が開いてぐちゃってさせるんだけど、当時一緒に売ってたこのパイルダー号は合体できなかったの。
ああ、そっか、突起があるから。なるほどなるほど。で今回このねこう令和バージョンの、はいジャンボマシンダーは、頭のこの杭をやめちゃって外して、磁石をつけて磁石でこう合体するように、ああ、はいはいはい、まあある意味リニューアルした結果、ここに杭がなくなったから、なんと当時のポピニコのコーパイルダーがこんな風に乗っかる乗せれるんだ。うわー、ようになったと。これが当時はできなかったんですね。そう50年を経てようやくこれがね、まあ普通に製品で、実現できるようになったということで、今回だからこのねマジンガー Z の再販と合わせてこの、ポピニカオーバーパイルダーを発売しようと。なるほど。で当時の、まあ、このポピニカの、まあ、フォルムを、生かしてることもあって、その当時持ってた人にとっては懐かしいし、さらにジャンボマシンダーとの連携遊びもできるようになったよみたいな。うわでも当時持ってた人からしたらめっちゃいいですよね。当時はこれ杭があって刺さなかったけど。そうだからねよくね聞くのはその杭をね削っちゃって乗せてましたみたいな。なるほど、アレンジしちゃうんですね。そういうそのねつわものの方の声も聞いたりしてるんですけども、今回はそのストレスなくパイルダウンができるようになったよっていう。では、せいさん、ここからは早速復活したホバーパイルダー号のこだわりを教えてください。そうですね、まあなんといっても今回そのダイキャスト製である。はいはいはい。金属でなんか重量感がある。重量感ですね。そこをちょっとね分かりやすくするために、こういうもの。おやおや。ほらこれねトライショットって言って、まあ工場で実は金型がもうつい最近できたばっかなの。つい最近できたばっかの。で工場から送られてきたまあいわゆる最初のそのテストショット。で組んだものなんだけど、これは今その彩色も、メッキもされてない状態なんですけど、銀色というか、これは全部金属なんですよ。めっちゃ重量感ありそうな。持ってみる。持っていいですか。この重さに対してこんな感じ。あ、重たいですね。確かに。そうずっしりこのサイズ感でも。これがねポピニカならではのダイキャストの重量感のこだわりですね。うわ、これ見るの貴重ですね。まああとは綺麗なメッキが入ることで、この赤とメッキのシルバーとこのねポイントの黒でこの辺がしっかり入るような彩色になっていて、でここねクリアパーツのキャノピーがあるんだけど、これねこう開くようになってます。開いた。すごい。中に主人公の兜浩司君が乗ってるんですけど、このね浩司君が実はまたポイントで、当時の浩司君はこんなまた違いますね、見た目が。ある意味ちょっとね当時ならではのこうおおらかな造形とおおらかな造形、おおらかな彩色をしてたんですけども、まあリニューアルするにあたってこれはもうちょっとだけこう綺麗ちょいリアルにしようかなと。ただこれリアルになりすぎたらいくらでもねリアルに作れるのよ。今の現代では今の技術で。そうですよね。ここに超リアルな兜浩司君が乗ってたら、ある意味ちょっとアンバランスだなと思って、さじ加減でこのぐらいにしてますよ。こだわってるんですね。これはこだわりですね。浩司君のこのヘルメットだったりバイザーだったりみたいなところね、実は操縦桿もちゃんと握ってる。細かっ。本当だ。でもちろんこれが閉じるとクリアなキャノピーがちゃんと閉じられるとしっかり乗ってる感じになってますね。この辺がそのね造形とあとは材質面でのこだわりポイントかな。あとは赤のなるべく綺麗なねめっちゃ綺麗ですもんね。塗装でいけたらいいなという。あとなんといってもジャンボマシンダーとのパイルダーオンができるっていうのが大きな遊びなんで、そこもちょっとだけこだわりポイントがあります。そこにもちょっとそこ見せていこうかね。お願いします。まあそのパイルダーオンなんだけど、これさっきのトライショットのパイルダー号ね、ホバーパイルダー号ね。でこれに塗装だけ赤の塗装だけ入れたものがこれなんですよ。綺麗な塗装が入ってるけど、まあメッキとかは入ってないんだけど、でこれ持ってもらえばさっきの重たい。でこれでちょっと実践してみますね。パイルダーオンでも普通にこうやってね乗せると乗っちゃうんだけど、せっかくマジンガー Z の頭に磁石が入ってるから、これはまさか活用しない手はないなと思って、これ実は謎の何ですかこれは。マグネットジョイント。マグネットジョイント。このマグネットが入ってるんですけど、これがそこにカチッてこう磁石でピシッて作って、ここにもう磁力があるわけ。この磁力でキュッとパイルダウン。うわー。やっとな。なんか磁力感が。いいですか。くっつく。そう
そう乗せるんじゃなくてくっつく感覚キュッとこうねありますね。磁力で、まあ、引き寄せられてはいはい。ちゃんと固定されるっていうね。うわー。まあ別にこれなくても普通にこう乗るんだけど、はいはい。まあなんかこれがあるとよりこうパイルダーオンってなってる感じが。確かにギュッとくっついてる感じがありますね。でもちろんこれちゃんとあれですよ、最終アイテムは綺麗にメッキも入るし、コウジ君も綺麗に塗られるし、はいはい。これまだね試作品だから、はい、まだこれ磁石入ってないんだあー、なるほど。けど、でこれまあだから合体すると本当これはカチッとこんな感じにこう決まると。そうするとほら、あ、めっちゃかっこいいじゃないですか。コウジ君がこうやって乗ってる感がねあるだけで、よりこうほらジャンボマシンナーがグレードアップした感じになるでしょ。一応ちゃんとキュッとパイルダーオンで固定されたら、まあある程度はね、全然傾けても、すごい、ある程度大丈夫なの。うわー。ただやっぱあんまやりすぎないで、やりすぎないで、皆さん大人ですからやりすぎやりすぎ注意。わかりました。なんかこう振り回したりしたらまあさすがにね、そうですよね。飛んでっちゃうから。なるほどなるほど。そうするとなんか壊れちゃったりするかもしれないからね。ということでこんな感じでね、まあこの姿をねもう50年待ってましたよ。いやー、これ嬉しい人いっぱいいますよね、絶対。個人的にね。でね、あえてここにねホバーパイルダー号って書いてあるじゃないですか。はいはいはい、これいいですよね。これいいですよ、うん、でいいけどこれが嫌っていう人もいるの。なんか、あ、なるほど。いやなんかっていうか別にそれはね皆さんのお好みですから、はい、これちょっとまあさすがにこのリアルじゃないなってのはもともとリアルじゃないんだけどさなんだけどこれがちょっとなっていう人のために、はい、今回これ消費者シールにしてます。あ、シールなんだ。そうだから当時のアイテムもほらピチッとこう書いてある、ね、ありますよね。でこれをね再現したシールがついてるので、はい、当時のやっぱこのレトロ感とかね懐かしさを感じる人は貼っていただいて、はい、でそのリアル派みたいなね、はいはい、リアル派というか人は、まあ、これはあえて今貼ってないやつがあるけど、まあ、こんな風にこう貼らずにね、なるほど、この、ホバーパイルダー号シールはつけなくてもいいので、はいはい、その時はなんか適当にスマホかなんかに貼ってください。ホバーパイルダー号って、僕のホバーパイルダー号だ、スマホがこれがスマホが赤いスマホをねあ、なるほど、とかね、そういう風にしていただければいいと思いますので、はい、いろんなユーザーさんにちょっとだけ歩み寄った感じが、いいですよね。もう人それぞれで楽しめる、はい、そうあるんですよ、ね、そんなホバーパイルダー号でした。せいさん、このマジンガー Z に乗ったホバーパイルダー号めちゃくちゃかっこいいので、ちょっとせっかくなので、はい、かっこいい写真撮りましょう。そうだね、はい、また写真見ながらいろいろあでもねこうでもね言いましょう。お願いします。はい、はい、これがポビニカホバーパイルダー号、はい、赤いボディがね入るのと、うん、コックピットの中のねコウジ君の佇まいがねかっこいいですね。はい、いい感じなのかなと思ってます。はい、そして後ろ、これね後ろからのルックもちょっと個人的には気に入ってるんですよ。スタイリッシュですね。ね、この尾翼のホバーパイルダー号のね、文字が映えますけど、まあ、僕は個人的にはこのシールある派。僕もこれ好きです。はい、まあもちろんねお好みで貼らなくてももちろん OK です。で、まあ、パイルダーオンのために、翼が畳んだ状態なんですけど、これ一応ちゃんと90度の角度で、一旦そのクリックが効いてパチッと、はい、そうなんですね、この位置で一旦止まるようになってますんで、気持ちよくパイルダウンすることができるようになってます。なるほど、遊びやすさもあると。はい、でいよいよこのマジンガー Z にねパイルダウンをした状態なんですけども、これもこだわりっちゃこだわりなんだけど、このコウジ君の目線とマジンガーの目線が合ってるんですよ。おお、そんなこだわりも。そう、コックピットの中のコウジ君の、ゴーグルつけてますけども、その、顔の向きとマジンガー Z の目線がしっかり実は合ってる。ここポイント。これも激臭しよう。はい。よりこうねマジンガー Z と一体化したコウジ君の気持ちがここから伝わってくるといいなと。ねえ、これ買う人にもめっちゃ伝わると思います。バンダイマニア。いや、せいさん、今日もありがとうございました。こちらこそ、また宣伝しちゃいましたけど。いや、もうありがたいです。以前、ジャンボマシンダーマジンガー Z、僕も一緒に紹介したのもあって、今回のホバーパイルダー号、より楽しめました。ああ、何よりですよ。はい。では、せいさん、最後に視聴者の皆様へ一言お願いします。はい、いつもね、本当に、応援ありがとうございます。で、皆さんのね、応援のおかげで、ジャンボマシンダーもね、マジンガー Z、再販も決定しましたし、第1弾マジンガー Z、第2弾グレートマジンガー、どちらも好評でして、で第3弾も決定してます。おお、これは嬉しい告知ですね。何が出るかちょっとお楽しみですけども、近々ねまたここで紹介させてもらえるかもしれません。ぜひぜひお願いします。はい、でジャンボマシンダーと一緒に遊べるバーパイルダーもマジン号しますので、はい、ぜひ皆さん、合わせてお楽しみいただければと思います。はい、ぜひゲットしてください。ポピニカホバーパイルダー号は2025年8月発売予定。無敵の王者ジャンボマシンダー
ダーマジンガー Z も同じく2025年8月再販予定です。このアイテムが気になったら概要欄をチェック、高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。せーの、バイバーイ。